にちは、先生。鼻水が止まらなくて、風邪をひいたかもしれません。こんにちは。鼻水が出ているんですね。他にどんな症状がありますか？少し喉が痛くて、頭も少し重いです。それに、熱もあります。それは風邪かもしれませんね。もしかしたらインフルエンザの可能性もあります。体温は何度ぐらいですか？37.8 度くらいです。それなら、インフルエンザかもしれませんね。十分に休んで、水分をたくさんとってください。お薬も処方しますが、無理せず安静にしていてください。わかりました。マスクをつけた方がいいですか？はい。周りにうつさないようにマスクをつけることをお勧めします。それから、手をよく洗ってください。ありがとうございます。早く治すように頑張ります。お大事にしてください。何かあれば、また来てくださいね。Subscribe to my channel. こんにちは。私はナナです。今日はインフルエンザになった時のことを話します。今年の冬、初めてインフルエンザにかかりました。病院に行ったことと家で休んだことについて話したいと思います。寒い冬の朝、具合が悪くなりました。朝起きた時から体がだるくて頭が痛かったです。熱を測ると 38.5 度ありました。喉も痛くてインフルエンザかもしれないと思いました。すぐに近くの病院に電話をしました。日本の病院ではインフルエンザかもしれないときはまず電話をします。熱があって喉が痛いですと言うとマスクをしてきてくださいと言われました。病院で保険証を出して紙に名前と住所を書きました。看護師さんが熱を測って待ちました。待合室には私の他にも具合が悪い人がたくさんいて、みんなマスクをして静かに待っていました。お医者さんは優しく、いつから具合が悪いですか？と聞きました。今朝からです。頭と喉が痛いです。と答えると、インフルエンザの検査をしました。鼻に小さい棒を入れる検査で少し痛かったですが、すぐ終わりました。10分後、結果を聞きました。やはりインフルエンザでした。お医者さんは、5日間家で休んでください。薬を出します。水をたくさん飲んで、よく休んでください、と言いました。薬をもらって家に帰りました。会社に電話して5日間休むと言いました。最初の2日間はとても大変でした。熱が39度まで上がって、頭が痛くてずっと寝ていました。食べられなくて水とお茶を少し飲むだけでした。3日目から少しずつ良くなってきました。熱が38度になって頭も少し良くなりました。おかゆが食べられて少し元気が出ました。テレビを見たり、スマートフォンで本を読んだりして静かに過ごしました。
4日目は熱が 37.5 度になって、体の痛みも良くなりました。食欲も少しずつ戻ってきて、おかゆの他にも、軽い食事が食べられるようになりました。でも、まだ疲れやすかったので、ゆっくり休みました。5日目、やっと熱が下がりました。体調もかなり良くなって、普通のご飯も食べられました。でも、まだ完全には良くなっていなかったので、その日も家にいました。この経験でインフルエンザの怖さがわかりました。前はただの風邪だと思っていましたが、実際にかかるとこんなに辛い病気だとは思いませんでした。特に日本の冬はインフルエンザになりやすい季節です。今は手を洗ってうがいをしてマスクを必ずします。予防の注射も毎年受けます。健康でいることのありがたさを本当に感じました。皆さんも具合が悪くなったら、すぐ病院に行ってください。早く治療すれば、私のように1週間くらいで良くなります。外国の人は、日本の病院に慣れていないかもしれませんが、優しいお医者さんと看護師さんがいますので、心配しないでください。これからの寒い季節、皆さんも体に気をつけて、健康に過ごしてください。インフルエンザには、本当に気をつけましょう。私の体験が少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです。こんにちは、私はナナです。今日はインフルエンザになった時のことを話します。今年の冬、初めてインフルエンザにかかりました。病院に行ったことと家で休んだことについて話したいと思います。寒い冬の朝、具合が悪くなりました。朝起きた時から体がだるくて頭が痛かったです。熱を測ると 38.5 度ありました。喉も痛くてインフルエンザかもしれないと思いました。すぐに近くの病院に電話をしました。日本の病院ではインフルエンザかもしれないときはまず電話をします。熱があって喉が痛いですと言うとマスクをしてきてくださいと言われました。病院で保険証を出して紙に名前と住所を書きました。看護師さんが熱を測って待ちました。待合室には私の他にも具合が悪い人がたくさんいて、みんなマスクをして静かに待っていました。お医者さんは優しく、いつから具合が悪いですかと聞きました。今朝からです。頭と喉が痛いですと答えると、インフルエンザの検査をしました。鼻に小さい棒を入れる検査で少し痛かったですが、すぐ終わりました。10分後、結果を聞きました。やはりインフルエンザでした。お医者さんはいつかかん家で休んでください。薬を出します。水をたくさん飲んでよく休んでくださいと言いました。薬をもらって家に帰りました。会社に電話して5日間休むと言いました。最初の2日間はとても大変でした。熱が39度まで上がって、頭が痛くてずっと寝ていました。食べられなくて水とお茶を少し飲むだけでした。3日目から少しずつ良くなってきました。
熱が38度になって頭も少し良くなりました。お粥が食べられて少し元気が出ました。テレビを見たり、スマートフォンで本を読んだりして静かに過ごしました。4日目は熱が 37.5 度になって体の痛みも良くなりました。食欲も少しずつ戻ってきて、お粥の他にも軽い食事が食べられるようになりました。でもまだ疲れやすかったのでゆっくり休みました。5日目、やっと熱が下がりました。体調もかなり良くなって普通のご飯も食べられました。でもまだ完全には良くなっていなかったので、その日も家にいました。この経験でインフルエンザの怖さがわかりました。前はただの風邪だと思っていましたが、実際にかかるとこんなに辛い病気だとは思いませんでした。特に日本の冬はインフルエンザになりやすい季節です。今は手を洗ってうがいをしてマスクを必ずします。予防の注射も毎年受けます。健康でいることのありがたさを本当に感じました。皆さんも具合が悪くなったら、すぐ病院に行ってください。早く治療すれば、私のように1週間くらいで良くなります。外国の人は、日本の病院に慣れていないかもしれませんが、優しいお医者さんと看護師さんがいますので、心配しないでください。これからの寒い季節、皆さんも体に気をつけて、健康に過ごしてください。インフルエンザには、本当に気をつけましょう。私の体験が少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです。こんにちは、私はナナです。今日はインフルエンザになった時のことを話します。今年の冬、初めてインフルエンザにかかりました。病院に行ったことと家で休んだことについて話したいと思います。寒い冬の朝、具合が悪くなりました。朝起きた時から体がだるくて頭が痛かったです。熱を測ると 38.5 度ありました。喉も痛くてインフルエンザかもしれないと思いました。すぐに近くの病院に電話をしました。日本の病院ではインフルエンザかもしれないときはまず電話をします。熱があって喉が痛いですと言うと、マスクをしてきてくださいと言われました。病院で保険証を出して紙に名前と住所を書きました。看護師さんが熱を測って待ちました。待合室には私の他にも具合が悪い人がたくさんいて、みんなマスクをして静かに待っていました。お医者さんは優しく、いつから具合が悪いですかと聞きました。今朝からです。頭と喉が痛いですと答えると、インフルエンザの検査をしました。鼻に小さい棒を入れる検査で少し痛かったですが、すぐ終わりました。10分後、結果を聞きました。やはりインフルエンザでした。お医者さんは、5日間家で休んでください。薬を出します。水をたくさん飲んで、よく休んでください、と言いました。薬をもらって家に帰りました。会社に電話して5日間休むと言いました。
最初の2日間はとても大変でした。熱が39度まで上がって、頭が痛くてずっと寝ていました。食べられなくて水とお茶を少し飲むだけでした。3日目から少しずつ良くなってきました。熱が38度になって頭も少し良くなりました。おかゆが食べられて少し元気が出ました。テレビを見たり、スマートフォンで本を読んだりして静かに過ごしました。4日目は熱が 37.5 度になって体の痛みも良くなりました。食欲も少しずつ戻ってきて、おかゆの他にも軽い食事が食べられるようになりました。でもまだ疲れやすかったのでゆっくり休みました。5日目、やっと熱が下がりました。体調もかなり良くなって普通のご飯も食べられました。でも、まだ完全には良くなっていなかったので、その日も家にいました。この経験でインフルエンザの怖さがわかりました。前はただの風邪だと思っていましたが、実際にかかるとこんなに辛い病気だとは思いませんでした。特に日本の冬はインフルエンザになりやすい季節です。今は手を洗ってうがいをしてマスクを必ずします。予防の注射も毎年受けます。健康でいることのありがたさを本当に感じました。皆さんも具合が悪くなったら、すぐ病院に行ってください。早く治療すれば、私のように1週間くらいで良くなります。外国の人は、日本の病院に慣れていないかもしれませんが、優しいお医者さんと看護師さんがいますので、心配しないでください。これからの寒い季節、皆さんも体に気をつけて健康に過ごしてください。インフルエンザには本当に気をつけましょう。私の体験が少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです。